びさんご説明はい、のありがとうございます。びのびさん、どうも。はい、田中さんのダブルシャッフルを聞かせていただいたのですが、グルーブ、ノリとサイズ感がかなりいいフィーリングで、初心者向けに何かコツのようなものがあれば教えていただきたく思います。あと4ビートの基本のレガート、スイング感というかアクセントの入れ方など、そして次がノリや音色の部分に興味があります。若い頃誰を参考にされたなど少しご共有いただけると嬉しいです、というご質問なのですが、ではまず最初のですね、ダブルシャッフルを聞かせていただいて、グルーブ、サイズ感がいいと、ではそういったコツ、初心者の方に向けてのそういったコツが何かあったらっていうことなんですけれども、これはもうやっぱりね、シャッフルはね、非常にね、難しいんですね。日本人のそのジャズドラマでね、シャッフルができてる人ってかなり少ないですね。というのはね、あんまりやる機会がないんですよね。シャッフルっていうのはやっぱりブルースをやっぱりやらなくちゃいけないし、例えばオルガンバンドなんかの場合はもう絶対シャッフルが叩けなくちゃいけないんでね、オルガンバンドでブルースやろうかってシャッフル叩かなかったらお前何やってんだって言われますから、シャッフルとそのコンガビートっていうのはオルガンバンドで絶対必要ですよね。あともちろんもうファンクも出てくるし、ファンクも叩かなくちゃいけない。でダブルシャッフルっていうのはね、右手もね左手もいわゆるシャッフルなんですけど、これは非常にね、意外とジャズドラマーの人はシンバルレガートをキープしながら左手だけでシャッフルする人が多い。ね、例えばブレーキにしてもアートブレーキね、アートブレーキなんかも結局はシンバルレガートをキープしながらシャッフルでいろんなもう名をね、名盤作ってますけど、ジャズドラマーの人はね左手でシャッフルするのが多いんですけど、やっぱオルガンバンドなんかでもシンバルレガートやりながら左手だけでシャッフルで多いんですけど、意外とダブルもやることも多いんですね。でやっぱりね、これいろんな人の演奏をやっぱり聴かなくちゃいけない。これはもう鉄則ですよね、当たり前ですよ。で僕はね、デューケ・リントンのねバンドでね、サムなんとかってアルヘアウッド、サム、なんとかっていう人ですね、ちょっとど忘れしました、ごめんなさい。後で下に書きますけどね、その人がねなんかのブルースでね延々シャッフルやってるんですね。そのダブルシャッフル、ワン、ツー、スリー、フォー、延々何にもおかず入れない、それがもう素晴らしくてですね、でそれで興味持ってこれちょっとやりたいなと思ってやったのがきっかけなんですけど、でももうオルガンバンドでは例えばもうイドリシュ・ムハマドとかね、あの辺なんかもうダブルシャッフル強力ですからね、その辺もやっぱり聞いて一緒に合わせてどんな感じなのかな、なんかちょっとエキサイティングすると通のめっちゃったりとかね、ちょっとゆったりいこうかなと思ったらちょっと重くなったりとかね、いろいろこうあるんですけど、そこをなんとかイーブンに叩けるようにやっぱりもうこれ練習するしかないですね。で僕の場合おかげさんでニューヨークにいますから、オルガンとやる機会もあるしピアノトリオでやる機会もあるから、両方できますからね、そういう意味ではめちゃ僕はラッキーだと思ってます。やっぱそういうシチュエーションにいないとなかなかシャッフルはできないしね。例えばピアノトリオでそんなブルースとかあんまりやらない人もいると思うし、そのバンドでシャッフルなんてまず一曲も叩かない、一晩で一曲も叩かないこともあるだろうけど、それはそれなりにやっぱりね、ステージであんまりシャッフルを叩く機会がなかったらね、これは非常に難しいんですけどね、やっぱりバンドで叩かないとね、シャッフルもね、だからブルースバンドを経験するとね、一番ドラマーの人はシャッフルの勉強になると思うんですけど、僕は残念ながらブルースバンドは経験したことないんですけど、ただルードランスのバンドでね、ノニーさんとかいろんなオルガンとこっちでオルガンとやる機会があったので、シャッフルする機会もあったのでね、ラッキーだったと思います。とにかくその音源をですね、例えばイディリッシュ・ムハマッドがね、チャールズ・アーランドっていうオルガンがいるんですけど、そこでもう Today and Yesterday っていう曲やってますから、それでダーッてててててててダララララあああああでんてたってやってますから、もうそれを聞いてですね研究していただきたいと思います。なんかね、やっぱり音源と合わせてこの雰囲気をねこう出すように肩の動きからね
シャッフルの雰囲気を出すね研究もしていただきたいなと思います。はい。であとはねシンバルレガートですよね。どこにアクセントでね、例えばこれ面白いもんでね、日本の場合はワンツーワンツースリーフォーティーンティンキチンティンキチンじゃないですか。ところがこっちの場合はですね、ワンツースリーフォーテイクアウェイテイクアウェイなんですよ。ティッチチンティッチチンティッチチンというのはこのハイハットの24とワンツーのね、ここはもうぴったし合わなくちゃいけない。ワンツースリーフォーティッチチンティッチチンティッチチンテイクアウェイテイクアウェイね、通語物を持っていくね、フライドチキンをお持ち帰りテイクアウェイテイクアウェイってね、ワンツースリーフォーティッチチンティッチチンテイクアウェイテイクアウェイ、そうするとねテイクアウェイって結構ね意外とねスイングします。はい。で極端にねアクセントつける必要ないです。というのは24踏んでるわけですから。だから自然な感じでワン、ツー、スリー、フォー、テイクアウェイ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 。こんな感じでね。うん。で、まあせっかくね、さっきもシャッフルが出たんで、僕が練習するときに、今度ドラムセットでまたやりますけど、四分音符もね、ワン、ツー、スリー、フォー、チン、ケチン、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 チン。その次にシンバルがと。ワン、ツー、スリー、フォー、ティン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 。次、シャッフル。ティ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 。これをですね、2小節ずつとかね、4小節ずつずっとやるんですね。それで一緒に聞こえてくるまでやる。どっかで必ずね、最初はね、ずれますから。もう最初絶対どっかで、録音されたらすぐ分かると思うんですけど、あれ四分音符からレガートに行く時になんかおかしいな、でちょっとシャッフル行った時にもたるな、走るなとか必ずそうなりますから、それをビシッとね一緒に聞こえるように、それをね研究していただきたいなと思いますね。全部四分音符もシンバルレガートもシャッフルも全部イーブンに聞こえるように、そうすると自然とグルーヴ感っていうのが出てきますから。でよくグルーっていう言葉がありますけど、シンプルイコールグルーヴですから、チャカチャカやったらグルーヴしません。だから同じことを永遠にやることがグルーヴですから、ファンクにしても永遠これがあるからグループするわけなんですね。もうドラムはこう永遠だからシャッフルもこう永遠にいくことで、ここだっつった時はタタ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 バーンとこうね盛り上げる、そういうことでもうそれがグルーヴにつながるわけですから、変にアクセントをつけようとかしないでやってもらいたいなと思いますね。はい。そこでやっぱり一番大事なのはシャッフルをやった時にバランスをうんと考えてください。静かなところでダダダダダダってやるとこれもう全く芋ですから、やっぱり静かなところはこうね、蚊の鳴くような音でもねシャッフルができると、おお何やってんのかな、なんだおおどんどん広がっていくわけですね。でそこから少しずつ盛り上げていくってね、そんな感じで頑張っていただきたいなと思います。若い頃誰を参考にされたあ、そうですね。そういったことありますか？そうですね。これ若い頃はね何も分かんなかったから、とにかくレコードね、僕の兄貴が買ってきてくれて最初に聞いたのがマックス・ローチでね、アンリミテッドドラムですかね、限りなきドラム、あれ聞いた時にはこのチェンチェンチェンってなんだこれはこのリズムはと思いましたね。そんなもん、僕は滋賀県のねもうど田舎に生まれましたからね、周りは田んぼばっかりですね。親父はもうナニヤムシが大好きで、お母さんって兄弟みんなね歌謡曲、ただラッキーなことだったんですけど、僕のブラザーが意外とその頃からロカビリーとかね、あんなのもうレコード買ってきて、それである時にそのベンチャーズを買ってきてくれてですね、ベンチャーズを聴くようになるんですけど、でそうやってじゃあこれ聴いてみるかっていうので今度買ってきてくれたそのマックス・ローチのねジャズ、
あとはマイルス・デベスのフォアエンドも、もうその頃はもうその辺をね聞きまくりましたね。でまあ東京に出ましてですね、いろんな人と出会って、まあこれ聞いたのが、まあレッド・ガーランドだったら誰か、これはもうアート・テイラーですよね。ウィントン・ケリーだったら誰か、ジミー・コブかフィリー・ジョーですから、ヘンク・モブレ、もうね、もうヘンク・モブレって言ったらフィリー・ジョー、アート・ブレイキですから、まあやっぱり若い頃聞いたのはトニー・ウィリアムスのね、速いシンバルレガートに憧れて、でね、1978年にニューヨーク初めて来て、その時にまあいろんなオーソドックスなね無名なドラマを聴いても、シンバルレガートがもうみんなスイングしてるから、これはなんだなと思って、もうとにかくレコードをガンガン聴いて、まあ最終的にやっぱりまあ行き着いたっていうか、すごいなって、この人みたいに叩けたらいいなと思ったのがやっぱりフィリー・ジョー・ジョーンズですよね。だからフィリーのレコードは随分買いました。やっぱり聴きました。はい。でもやっぱりフィリーはフィリーであって、ブレーキのまたシンバルレガートもすごいし、ね、AT のアート・テイラーのシンバルレガートもすごいし、もういわゆるなんていうんですか、大御所っていうかね、ジャイアントはもうみんなそれなりに素晴らしいレガートを持ってますから、とにかく自分の信念でですね、僕はこのシンバルレガートだっていうのをね、やっぱりこう見つけてですね、自分のシンバルレガートっていうかね、やっぱりフィリーさんの真似してもできないです。トニーの真似してもできない。だから自分のものをこう身につけていく。でもやっぱ僕はいつもね、仕事出かける前になんかレコードとかね CD を聴いていくんですね。まあそれはやっぱりフィリーさんのシンバルレガートとかね、18のレガート、レコード聴いて出かけるんですけど、有名なアル・フォスターがですね、仕事行く前によくコルトレーンのね、ジャイアンステップス、もうミスター80ですよね。あれを仕事の前にあれを聞いて出かける。よく言ってました。はい。ですからまあ自分のこう気に入ったシンバルレガートをね常に聴いてると、意外といい感じにね近いものがいけるんじゃないかなと思いますね。はい。ですから下手になんていうんですか、若い人はそのアクセントつけないで、もうナチュラルで力を抜いて、シンバルのねいい位置を叩くということで、やっぱり音色大事ですから。はい。そんなわけでいろんなことをね研究していただきたいなと思います。そんな感じで大丈夫でしょうか。よかったですかね。いかがだったでしょうか。のみさん、また質問があったらご連絡ください。どうでしょうか。